皆さんこんにちは、なおこです。この動画は前回の動画の続きです。もしまだ前回の動画を見ていなかったら、ぜひ先に前回の動画を見てからこの動画を見てください。もう前回の動画を見てくれた人は、続きを見る前に少し復習をしましょう。前回の動画を少しだけ流すので、今回は字幕なしで耳だけで聞いてみましょう。前回私は初めて英語を話した時の話をしました。人生で初めて私は英語で話して、そしてその英語が相手にちゃんと通じました。好きな日本の食べ物何って聞いて、相手がうどんが好きだよって答えました。もう私は自分の言いたいことを相手に伝えられたっていう嬉しさで胸がいっぱいになりました。もう本当に、ああ、伝わった、私の英語が伝わったってすごく嬉しくなりました。ちょっと難しい言葉なんですけど、高揚感がありました。高揚感。高揚感に包まれました。そして最近昔の単語帳を見つけた話をしました。実家の部屋を片付けていました。その時、私が昔使っていた英語の単語帳を見つけました。久しぶりにその単語帳を見たら全部簡単なんです。もう本当にすごく簡単な単語なんです。そう。でも昔は初めての単語だったんです。だから、ああ、私は成長しているんだって本当に実感しました。ちょっと自信になりました。そして最近あった嬉しかったことについて話しました。ドイツ人に会った。ちょっと前に観光地でドイツ人の観光客と少し英語を使って話したんですよ。最初は私の英語がちゃんと通じるか不安だったんですけど、英語が通じただけじゃなくて、私の英語を褒めてくれたんですよ。すごく嬉しかったんですよ。お互い英語を知っているおかげでコミュニケーションを取ることができました。そう。カナダ人の友達と話した。英語で話すのはすごく緊張して、通じるかなとか、会話ができるかなってすごく不安だったんですけど、話す時もう楽しくて、たくさん英語を使って話すことができました。普通に楽しく会話をすることができて、楽しいなと思いました。でも同時にもっと深い話がしたいと思いました。もっと自分の意見とか考えを全部伝えたいと思いました。復習お疲れ様でした。じゃあ前回の動画の続きです。言語を勉強するのは結構エネルギーが必要だと思います。結構たくさんのエネルギーが必要ですよね。特に私はモチベーションが結構アップダウンしてしまうタイプなんですけど、皆さんはどうやってモチベーションを保っていますか？モチベーションをキープしていますか？今日は私が大事にしていることを2つ話したいと思います。まず1つ目は、その言語を使って楽しかったこと、嬉しかったことを思い出すことです。さっきも言ったように、初めて自分の英語が相手に通じた時のあの喜び、あの高揚感、あのワクワクした高揚感、あと誰か、日本人以外の友達と自分の考えとか自分の意見をシェアできた時のあの喜び、そう、
こういう嬉しかった経験を思い出すようにしています。そういうポジティブな気持ちを思い出すと、その言語に対してもポジティブな気持ちになれる気がします。そう。もっと頑張りたい、もっと話せるようになりたいって自分の最初の気持ちを思い出すことができるのでおすすめです。皆さんはどう思いますか？あともう一つ、二つ目は自己肯定感を上げることです。自己肯定感を上げること。その中でまず一つ、自分のできることとかできたことに注目することです。やっぱり世界には多くの人がいて、例えば英語をペラペラに話せる人ってもうたくさんいますよね。その人と自分を比べると、私はまだまだ全然話せないし、発音も悪いし、って落ち込んでしまいます。だから今は自分のできることとかできたことに注目しようって思ったんです。例えばさっき単語帳の話をしたように、昔はいろいろな言葉を知らなかったのに、今はもう知ってる、もう話せる。昔できなかったことが今はもうできる。それってすごい成長ですよね。皆さんはどうですか？今私が話している日本語、少しでも理解できていますか？最初はきっとひらがなも読めなかったのに、今は私が言っていることを少しでも理解できる。それって本当にすごいことだと思います。もう本当にお世辞抜きで本当にそう思います。やっぱりできないことに注目しすぎてしまうと落ち込んでしまうので、特に私は勉強したいっていう気持ちも薄くなってしまうんですよね。だから私は自己肯定感を上げることが大事だと思っていて、そのためにできないことよりもできたこと、できることに注目するのがいいかなと思っています。はい。あとそのために自分のレベルに合った勉強をすることも大切かなと思っています。あんまり難しすぎるものを勉強すると自分ができない部分に注目してしまうので、自分のレベルに合った勉強をするのがいいかなと思っています。特に自分のレベルのちょっと上くらいのレベル、そのくらいがレベルアップするのに一番いいんじゃないかなと思っています。はい。だから私はコンプレヘンシブルインプットが好きです。はい。じゃあ最後に、もう本当に話が長いんですけど、見てくれてありがとうございます。あの言語学習には正直終わりがないと思います。私は日本語ネイティブだけど、まだまだ知らない言葉もあるし、あとたまに間違って使ってしまっている日本語もあります。だから日本語も英語も私の人生が終わるまでこれからずっと学び続けるんだろうなと思います。はい。あの私が言語学習で好きなことは、一つ言葉を覚えたら一つ自分の知識が増えることです。当たり前なんですけど、知らない言葉を勉強したらその言葉はもう知っている言葉になります。なんかこれが楽しいなと思いますね。もちろん完璧に言葉を覚えるまでに時間はかかるけど、でもそれを続けていけば1年後2年後きっとその言葉は
私にとって簡単な言葉になるのかもしれないと思うとワクワクします。この言語学習っていうすごく長い道のり、よくラングイッジジャーニーって言いますよね。ラングイッジジャーニー、旅、そう、言語の旅。本当にそうだなと思います。長い長い旅ですよね。一生続く旅。私は最近までずっと英語勉強をちょっと休憩していたんですけど、最近やっとまた歩き始めたところです。久しぶりにちゃんと英語を勉強するけど、でも今まで勉強したことはちゃんと自分のためになっています。はい。もし皆さん今モチベーションが下がっていたら、自分のできることとかできたことに注目してみてください。過去を振り返ってみると、自分がちゃんと成長していることに気づけると思います。きっと。じゃあ今日は本当にこんなに長い動画を最後まで見てくれて本当にありがとうございます。そして皆さん、今日本語だけの動画をこんなに長い間全部見ました。聞きました。本当にお疲れ様です。じゃあ皆さんは何か言語学習をするときに大切にしていることってありますか？あと何かおすすめのモチベーションを保つ方法とかあればぜひ教えてください。じゃあ今日も最後まで見てくれて本当に本当に本当にありがとうございました。